さて、因果応報シリーズ第3弾ですね。3回目ですよね。あなたの苦しみにあなたを苦しめたあの人の本性と未来というものを3択タロットで占っていきたいと思います。まずはですね、この名号体3枚のカードからピピッときた神様、仏様、神様と言ったらいいかな、お選びください。よろしいでしょうか。それでは早速メイのカードから見てまいりましょう。愛と情熱が強いね。タワーが来たね。最後がページのソーズ。メインのカード、母神を選ばれた、方なんですけれども、あなたを、苦しめたこの方なんですが、もう甘えん坊さんですよね。ただそんな甘えん坊さんなところをあなたは、甘やかしてしまう。やっぱり大きな、愛を持ってらっしゃる方なんでね、母性本能をくすぐられる、母性本能をくすぐられて愛してしまうっていう。で、このお相手様もすごくね、愛と情熱持ってらっしゃるんだよね。本当にあなたのことを愛しているし、あなたの関係性に情熱を持ってるんだけれども、どっかで気づいたんだよっていうこのタワーのカードが来てるのね。で、それでお相手様どうなったかっていうと、ページのソードが来てるんだけれども、なんかこう、あなたのその優しさとか寛大さを意図的に利用してやるっていうことに気づいたんだよっていうのがね、出てるの。本当はすごく純粋に、あなたを愛し、そしてあなたとの関係性に情熱を燃やしてたの。で、そういう人だったの。で、その純粋さを本当にあなたも愛していた。許していた。だけれども、どっかの地点で、悪い意味、こう、ダークサイドにこう、覚醒したっていうのが、出てるよね。結構イケイケな方だと思うね。あなたの恩恵、あなたのご加護の中で守られて、すくすくと、このお相手様は、ご自身の中の新たな野心をね、こう持って、また進んでいくよっていう、エネルギーをすごく感じるね。これは犠牲とか幸福とか、そして献身、そしてドン。こちらは愛人、不実、そしてどうだろうね、この女性軽視というような意味合いがあるのかな。もしくは結果女性軽視をしてしまうようなっていうような意味なのかな。とても魅力的な方だよね。やっぱりね、あなたというご加護の中で
最初はそうじゃなかったんだけれども途中で覚醒してしまったよっていう。であなたのフィールドで守られながらその個人的なね野心を達成するために動き始めるっていうのが出てる。でだけどどうかな、本当に傷ついてて苦しくてね、なんでこんな辛い思いしなきゃいけないんだ、振り回されなきゃいけないんだと思うんだけれども、このやっぱ母神のカードを選ばれた方も本当に大きな愛を持ってるのね。だからねこのお相手様のことをねやっぱね許しちゃうし、ひょっとしたらこのどっかの地点でねこのお相手様は変わってしまった、モードが切り替わってしまったっていうことに気づけてないかもしれない。だからこうまだね身を捧げてしまう。ひょっとしたら自分が悪いんじゃないのかなって、この関係性の中でなんでこんな辛い思いしてしまうんだろう、まだ自分がこの尽くし足りないのかなとかね、自分が悪いのかなと思ってねまだまだ尽くしちゃうよっていうのが出てるね。お相手様は尊敬の念が欲しいっていう力がすごい強いし、そうだね、まあそうだね、お相手様やっぱねまだまだね尊敬されたいっていうね念があるんだよね。非常に、やっぱりね、傍から見るとねすごくいい人って見える方だね、すっごく。でこう対面的な評価、こう世間体的な、その評価っていうのはずっとまだまだ得続けるよっていうパワーに満ちてます。で一方ねあなたを表しているこのカードなんだけれどもね、まだまだやっぱ苦しんじゃうっていうのが出てるんだよね。脅かされるよ、蝕まれるよっていうのが出てるんだよね。これはねちょっとね断ち切らなきゃダメだね。でねこの方はねまだまだね自分の自分がダークサイドに落ちてるってことに気づけてないから、自覚がないから、どんどんこれからもカルマを積んでいきます。まだまだ経験不足、ひょっとすればまだ結果挫折知らずなのかもしれないね。本当の挫折を知らない。だから自分の本当の良さ、もともと持ってたナチュラルボーンでね、この生まれつき持ってた良さっていうものを、もう忘れてしまってるんだよね。でこれからもこのお相手様、あなたのことをね苦しめたお相手様、まだカルマ積んでいくよっていうのが見える。ただ心配なのはあなたの方。もうねこの人との関係性をちょっとね断ち切らないとやられるよっていうのが出てるね。あなたからどんどんねエネルギーを吸ってってしまう。もしくはねこのお相手様が持ってるカルマを、カルマっていうのはもうその人本人のものなんだけれども、そのね負のエネジーをねあなたが持ってるこの非常に大きな愛がどんどんねこう浄化させていっている。でただ、やっぱりねこのシャバニンド現世でねアクセク生きてる生身の人間だから、やっぱりね限界があって疲れてっちゃうよっていうのが出てるからね、これはちょっとね気をつけた方がいいと思うね。ですがここに来てるね。
相手様はね、結構苦しんでらっしゃるっていうのが見えるね。あなたのね、ミステリアスな部分に振り回されてるよっていうのがすごく出てる。情熱と死で、最終的に、降りてきてね、この女教皇が来てるんだけれども、この5のカードをお選びになった方はね、大和創造神、イザナギ、イザナミ、この日本国をね作った、この私たち日本人のお父ちゃんお母ちゃんだね。これはやっぱフュージョンとかね、創造、クリエーション、そして共同作業っていうのを表している。あなたの気持ちに混乱してしまって読み取れないっていうところであなたを責めてしまっている。理解ができないんだっていうところで困惑してあなたを責めてしまっているよっていう、それが見えるね。何度もね、お互いにだけど努力してるっていうのが見えるんだよね。なんとかこう2人の世界を築いていこう。ひょっとすればこう想像っていうことで言えば子供かもしれないよね。お子さん。だけど互いに努力はするんだけれども、こう自分が傷ついている部分とかなんかもやっぱりお相手様にこう理解してもらうことができないから、その自分のやっぱりこうベールの中にいるっていうのが見えるんだよね。でそこでそれが歯がゆくて努力してるのになんで分かち合えないんだっていうところで、あなたを苦しめてるよっていうのがね、見えますね。女性性、美しさ、そして、生まれたまま自然のありのままだね。これは所作とか、栄養とかって意味なのかな、公平に分配するとかね、そういうもの、理想とか所作とかそういうものかな。非常に女性のパワー強いよね。あなたのその持ってる女性性にお相手様が混乱している、こう読み解くことができない。そうだね。あなたが持ってるやっぱりこう女性的な美しさとか女性的な美意識とか母性にまつわるその霊性の高まりなんかをお相手様が理解してくれない、攻撃される。その攻撃されればされるほどあなたの霊性はそれに負けまいとして非常にこうバリアを張ってより高みに登っていくよっていうのが見えるよね。なんかこれだけ見てると相当初期の段階でもうお相手様はもう終わってしまった存在なんだよっていう気さえするよね。おそらくまだあなたのことを攻撃している、非難している、そして辛い思い、苦しい思いをさせるんだけれども、その攻撃をね、むしろ力としてよりあなたの母性、この女性性が高まるっていうのを感じますね。このね、あなたのことを苦しめたあの人はね、もうなんか随分過去に早い段階でもう切り捨てられてしまっている。あなたはこの方との圧力の中でご自身のその冷静、芳醇な世界っていうのをしっかりと培っていてね、成長を続けるっていうのが出てるよね。で、ひょっとすれば、これはお相手さんは非常に寂しいスプレッドになってるけど、
もうあなたにとってこのお相手様っていうのはもはや、取るに足らない方、眼中にない方、あなたが成長することによってもう視界から消えてしまった方、なんだけれども、この共同してやっていかなきゃいけない何か理由がある。それはなんかお仕事とか、ひょっとすれば子供かもしれないよね、家庭かもしれない。それでお相手様はあなたの世界に戻ってくる可能性を示唆してますね。結構もう冷めてらっしゃるかもしれない。お二人の圧力、理解し合えない部分っていうのは解消はしていないんだけれども、結構冷めた視点であなたに余裕が出てきてる、気持ちに余裕が出てきているから、ビジネスライクにお相手様を受け入れてコミュニケーションを図るという暗示が出ていますね。でこの方なんだけれども、やはりね、本性としてはね、やっぱり、あなたを苦しめてはいるんだけれども、この本人もすごく努力はしてる。この本人も、傷ついて、何とかこう理解しようとしている努力はしている方。ただ結局やっぱり相性が合わないんだろうね。だからある意味すごくこれは寂しい結果かもしれないけど、この方の今後どうなるのかという点に関して、あなたの視界からはもう完全に消えている。だから全くもういわばもう眼中にないんだけど、アウトオブ眼中、昔アウチューなんて言ったけど略してアウチューなんだけど、その余裕からこの方との何かこう共同作業をやるにあたってもう一回あなたの領域に迎え入れることがあるよっていう示唆が出てますね。ワールド運命のは結構パワーカード続きますね。自意識が高い方かな。ご自身に課しているルールみたいなものが感じますね。タイのカード選ばれた方、11面観音様、1番振られてますけどね、非常にパワフルなカードで、どうだろうね、ゲンセゴリアルクといったところかな。あらゆることに、手を伸ばせる、対応できるといったところでしょうか。そうだね、何かにつけてやっぱりね、あなたのことを意識してるよっていうのを感じるよね。認めてるんだよね、あなたのこと認めてるけど、負けたくないっていうメッセージがすごく伝わってくる。だからひょっとすればまともに競り合ったらあなたに勝つことができないから、シックス・オブ・ワンズ来てたらたわいない、たわいないっていうことはないけど、そうだね、ちょっとした勝利っていう凱旋のあれが来てんだけど、だからまともに競り合うとあなたに勝てないから、先手を打って先回りしてあなたのミスを誘うようなお膳立てをしといて、そうだね、出花をくじくことであなたから勝利をもぎ取るような、そういう形であなたに接してあなたを疲弊させているっていうのが、メッセージとして伝わってきますね。ちょっと意識しすぎちゃってるんですよね、あなたのことを。すごくね、こう完璧主義で、ご自身に課している、自分自身が自分自身に課しているルールが多い方です。疲れますよね。だけどね、あなたはおそらくそんなとこで
いちいち衝突したくないわって思うと思うんだけど、多分そういうとこでなんか足を引っ張る方かなっていう気がします。ただ本人はご満悦でしょう。カリスマが来たね。保険安心とかペシェンス、献身的かな。やっぱりそうだね。なんかあなたの、ことを非常に認めてらっしゃるっていう力を感じます。そしてちょっとドキッとするカードですけれども、これは発見とか、そうだな、もう本当に露呈とかね、デバイルメン、ベールだね。ベールを剥がすだね。ちょっとエッチだけど、美しいね。美しいけども、やっぱあなたをこう丸裸にしたいみたいな。あなたにこう恥をかかしてやりたいとか、もしくは、そうね、鼻を明かしてやりたいっていうような力をすごく、持ってらっしゃいますよね。ちょっとやり方がだけどチンケなんですよ。もっと正々堂々と戦ってね、こうあれだったらいいんだけど、まともに競り合ったらあなたに勝つことができない。だから、足をちょっと姑息な形で引っ張る方っていうのが出てますね。そうだな。やっぱりね、あなたの弱み、人間的なあなたの弱みをこう痛めつけることによって、そのあなたのこうパブリックイメージ、このあなたのパブリックイメージを傷つけてやりたい。このお相手様にとってはそれがすごく気にかかってるっていうのが出てるよね。ちょっとあなたのことをね、このお相手様崇拝してるかもしれないよね。ちょっと歪んだ形で過度にあなたの一つの側面をこうなんていうかな、こう見上げてしまってる、こう掲げてしまってるよっていうのを感じる。でだからその反動であなたの本当に生身の一人の人としての弱みを握って何とかしてそれを貶めてやりたいっていうような、力が働いてる方だね。そうかな。だからちょっと厄介な方だよね。でまたやっぱりこう立ち回れる方で非常に強い方だから、姑息な手段だけれどもとりあえずやっぱ勝利をどうしても収めたいっていう方だから、ちょっとやっぱり面倒だよね。しかしこの流れどれだけこう勝利をね収めていっても最終的には自分が掲げたその勝利、この過去の栄光とか勲章に重さに潰されてしまうよっていうメッセージが伝わってきます。もっと早い段階でね、もっとその真理に気づければいいんだけど、多分行き着くとこまで行ってしまう方かなというのが出てますね。もう本当ね、なんかもう勝たせてあげればいい方かもしれないね。ね、この11面観音様選んだ方、あなたのその美徳っていうのは、変わんないから、短絡的なね、勝利で満足、納得ができる方だったら、その勝利を与えてあげればいいかなと。ちょっぴり悔しいかもしれないけど、とらわれる必要はないかな。姑息な手段でこう勝利をね、コツコツ収めていくけど、いずれこの方は、功績、自分が立てた功績の重さに押しつぶされてしまいます。さていかがでしたでしょうか。
これで3度目になりました。3度目だよね。自分でなんかあれもうちょっとやってたかなと思ったけど、3度目になりました。因果応報シリーズなんですけれども、今回もご視聴ありがとうございます。いいね、コメント、チャンネル登録大変励みになっております。今回もご視聴ありがとうございました。リッキータロットリッキーでした。それではまた。バイバイ。